この動画は名古屋市の保育施設の利用を希望する方に利用に関する制度をご説明する動画です。では早速利用に関する制度について見ていきましょう。本日はどのようなご用件でしょうか。保育所の利用について教えてください。かしこまりました。お伺いいたします。各区役所・支所には保育案内人が配置されており、保育所等の利用を希望する保護者に対して保育サービスの提供等、個々のニーズに即した相談対応を専門とする職員がいます。育児休業が終わるので保育所を利用したいんですが、何から始めればいいかわからなくて。わかりました。それではまずはじめに利用に関する制度についてご案内いたします。幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育の利用を希望される場合は認定を受けていただく必要があります。認定はお子さんの年齢、保護者の状況に応じて主に幼稚園を利用するための1号認定、主に保育所等を利用するための2号認定、3号認定の3つの区分があります。3歳未満のお子さんで保育の必要な自由に該当しない場合は認定を受けることができません。2号認定、3号認定を希望される場合は保護者それぞれが保育を必要とする自由、1から9、就労、産前産後、疾病等、親族介護、災害復旧、給食活動、就学、発達援助、育児休業のいずれかに該当する必要があります。では実際にあなたが受けることができる認定と利用できる施設がどれか見ていきましょう。4月1日時点のお子さんの年齢は保育の必要な自由に該当しますか？0歳から2歳のお子さんで保育の必要な自由に該当する場合は3号認定、3号認定のお子さんは保育所、認定こども園の保育所機能部分、地域型保育を利用することができます。3歳から5歳のお子さんで保育の必要な自由に該当する場合は2号認定、2号認定のお子さんは保育所、認定こども園の保育所機能部分を利用することができます。保育の必要な自由に該当しない場合は1号認定となり、幼稚園、認定こども園の幼稚園機能部分を利用することができます。保育の必要な自由に該当しない0歳から2歳のお子さんは認定を受ける必要はありません。必要に応じて一時保育事業や認可外保育施設を利用することができます。2号認定、3号認定で保育所、認定こども園保育所機能部分、地域型保育を利用する場合は保育の必要な自由と世帯の状況に応じて保育を利用できる時間が異なります。保育を利用できる時間には2種類あり、保育標準時間の認定を受けると1日最大11時間まで、保育短時間の認定を受けると1日最大8時間まで利用することができます。この利用時間を超えて利用する場合は延長保育の利用となり、別途費用が必要となります。実際の利用時間は保育標準時間、保育短時間それぞれの上限の範囲内で利用施設の施設長が保護者の状況を考慮して決定します。私と夫はフルタイムで働いてるし、子供は2歳なので3号認定で保育標準時間ですね。そうですね。それ以外に何かご質問はございますか？利用できる施設がいくつかあるんですが、
認定こども園と地域型保育事業は保育所とどう違うんですか？では、それぞれの施設の特徴についてこの後ご紹介しますね。幼稚園は小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う施設です。幼稚園は土曜日や夏休みなどの長期休業はお休みとなりますが、幼稚園によっては預かり保育を行っています。保育所は就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育を行っています。認定こども園は幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保育の必要な自由の有無に関わりなく、教育と保育を一緒に受けることができる施設です。保育を必要とする自由がない1号認定の3歳から5歳のお子さんは、幼稚園機能部分を利用することができます。保育を必要とする自由のある2号認定、3号認定の0歳から5歳のお子さんは、保育所機能部分を利用することができます。地域型保育は、保育の必要な自由のある0歳から2歳までのお子さんを保育する事業で、3つの種類があります。家庭的保育は、定員5人以下の施設で、少人数を対象に家庭的な雰囲気の下で保育を行っています。小規模保育は、定員19人以下の施設で家庭的保育に近い雰囲気の下で保育を行っています。事業所内保育は、会社や事業所の保育施設で従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を行っています。家庭的保育事業のような少人数の保育もあるんですね。でも2歳までの保育ですよね。3歳以降は再度申し込むんですか？地域型保育を卒業後は再度お申し込みをする必要があります。必ず希望する施設を利用できるわけではありませんが、次の利用先を決めるにあたって一定優先する仕組みになっております。そうなんですね。卒園後の再度申し込みの時には優先されるんですね。あと、利用する保育施設によって保育料に違いはありますか？利用する施設によって保育料の違いはありませんよ。施設を利用する際に保護者が負担する利用者負担額、いわゆる保育料については、世帯の市民税額に応じて名古屋市で決定しています。4月から8月は前年度の市民税額、9月から3月は当該年度の市民税額から決定しています。税額には寄付金控除など適用されない控除もあります。幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳のお子さんは利用者負担額、保育料が無償化の対象となります。また0歳から2歳のお子さんは一定の要件を満たした場合、利用者負担額、保育料が無償となる場合もありますので、詳しくは名古屋市公式ウェブサイトをご覧ください。保育料は所得に応じて決定しますので、利用する施設によって金額は異なりません。ただ、保育料とは別に給食費や教材費など施設にお支払いいただくものがありますので、こちらは施設によって金額が異なっております。なるほど、ありがとうございました。この動画の他に、利用の手続き編や希望施設の探し方、情報収集の方法編についての動画もご用意しております。ぜひそちらの動画もご覧ください。